ちょっと縫い目がふんわりと縫い目が起き上がったような、こんな感じの結果になりました。こんにちは、服工房の小村です。今回は洋服を作る時の家庭用アイロンのかけ方を説明します。パンツの脇線を見てください。こちら側はきれいに割られている状態です。反対の左側、これは家庭用アイロンでそのままスチームありでそのままかけた状態なんですけど、ちょっと縫い目がふんわりと仕上がっています。これをきれいにかける方法を今から説明していきますので、ぜひ見てみてください。今回は家庭用のアイロンで業務用アイロンで仕上げたような仕上がりにできる方法を説明していこうと思います。一応3種類布を用意してるんですけど、これを縫ってみて、アイロンで割ってみて、折ってみてっていうことをして、最後こういうふうにすれば家庭用のアイロンでも業務用のアイロンの仕上がりに近づく仕上がりができるっていうのを説明していこうと思います。一応3種類布を用意しました。これは綿のかつらぎ素材です。真ん中は薄手のウールになります。一番右側、これは2ミリぐらいの厚さのちょっと厚手のウール素材になります。それでは縫ってアイロンをかけて説明をしていこうと思います。それではまず業務用のアイロンで割ってみようと思います。業務用のアイロンと家庭用アイロンどう違うかというと、一番はこのバキューム機能です。このバキュームをこう踏むことによって急激に冷やすということができるので、形が定まりやすいんですが、家庭用はアイロン台とこういうアイロンのみということになるので、急に冷やすということができないです。その代わりにすることがあるので、今からやってみてお伝えしようと思います。まずどんぐらいの差が出るのかを見ていきたいと思います。まずは業務用のアイロン、バキュームも踏んでかけてみようと思います。きれいに割れています。次にバキュームを踏まないで家庭用のアイロンでアイロンをかけます。スチームをかけるようにしてアイロンをかけています。薄地ではそんなに差は出てこないような気がします。次に薄手のウールで業務用のアイロンでかけてみます。で、温度はウール用に160度ぐらいにしています。きれいにかかっています。次にバキュームなしの家庭用アイロンでアイロンをかけてみます。このウールの時は必ずスチームをかけるようにしてください。
と厚地になると、特にウール地だとちょっと顕著に出てきます。比べてみると、ここはピタッとこう収まりがいいですが、家庭用のアイロンの場合はちょっとふんわり折り上がってるような形になってます。表から見てもちょっと縫い目が起き上がったような、家庭用の方はふんわりとした仕上がりになっていて、業務用はピタッときれいに縫い目が割れています。これを使って業務用、家庭用のアイロンでこの仕上がりになるようにちょっと、テクニックをしてみようと思います。要は熱を取るということなんですけど、髪の毛でも一度、濡らして整えてドライヤーをかけるとちょっときれいになりますよね。その後冷やすっていうことをするともっとその形が固まってきれいになっていくんですけど、このアイロン作業でもそれと似たような、考え方でやっていくときれいにアイロンがかけることができます。ではちょっと家庭用のアイロンでバキュームを使わずにバキュームを使ったように仕上がる方法をしてみようと思います。必ずスチームアイロンをかけてください。ない方は霧吹きなどで湿らせてからアイロンをかけるようにしてください。かけたままだとふんわりするんですけども、この蒸気アイロンをした後に熱を取ります。これは袖まんじゅうなんですけども、こういうものがない方は、私はこれがない時、さっとやりたい時にはこうやって腕で熱を取ったりとか、生地が薄い時なんかだとこういうニットの編み目がこう映ってしまうこともあるので、布によってはできるだけ平らなものがいいんですけど、こういう袖まんがない時は布を丸めたものでこうやって熱を取るように、今触るともう温かみがほとんどないんですけど、こういうふうに熱を取っていくと形がきれいに定まって仕上がりもきれいになっていきます。ちょっと比べてみます。比べてみると、これは業務用のアイロンでバキュームを効かせて割った縫い目です。これは家庭用アイロンをしただけのものです。これは家庭用アイロンに熱を取ったものになります。比べてみるとやはり仕上がりがちょっと違って、こちらもこの業務用に近い仕上がりになっています。ちょっと動画では伝わりにくいかもしれませんが、もう明らかにこの家庭用アイロンだけでアイロンかけたものはこうふんわりとこう縫い目が起き上がったような感じになっています。次に2ミリぐらい厚いウールの生地でやってみようと思います。こんだけ厚いとちょっと顕著に出てくると思います。まず業務用でバキュームを効かせてアイロンをかけます。バキュームを使ってアイロンをかけてもちょっと肉厚のために少しこう浮いたような感じにはなるんですけど、表から返した時には綺麗な縫い目になっています。次に家庭用アイロンで、バキュームなし、冷やすこともなしでアイロンをかけてみます。
蒸気アイロンをしています。なかなかこう定まらず、結構もう縫い代もこうほわんと浮いたような感じになっています。表から見てもちょっとわかるかな、比べるとわかるんですが、もうここも浮いたような、もう横から見ると8ミリぐらいここが浮いたような感じにアイロンがかかっています。次に家庭用のアイロンプラス冷やすということをしてみます。こんな風にアイロンがかかりました。表から見ても割と綺麗にかかっています。この3つを比べてみると、まず表から、家庭用アイロンのみだとやっぱりふんわりとアイロンかかってないのかなという風な雰囲気の仕上がりになってるんですけど、業務用は綺麗なんですが、家庭用プラス熱を取るということをしただけでこのぐらい綺麗な縫い目に仕上がります。業務用と比べてもそんなには違いがないような仕上がりになっています。次にこう三つ折りをしてみようと思います。次にアイロンで裾を折る作業をしてみようと思います。4センチで折ります。まず業務用で折ってみます。次に家庭用蒸気ありでバキュームなしで折ってみます。このかつらぎ面の薄手、かつらぎぐらいの厚みであれば家庭用でも業務用でもそんなに変わりはないように思います。では次に割とウールの薄手素材、これで裾を折ってみようと思います。まず業務用でバキュームあり蒸気ありでアイロンかけてみます。綺麗にアイロンがかかりました。厚地になればこういう裾のところはちょっと余談ですけど、こういうふうに出来上がり1センチ上まで切っておくとこの辺りが薄く仕上がって綺麗になります。次に家庭用蒸気ありバキュームなしで折ってみます。比べてみるとやはりちょっとふんわりと変えるような仕上がりになっています。次に、家庭用アイロン蒸気ありの冷やすということをしてみます。
この3つで比べると、業務用とあと最後にやった熱を取るというやり方でやった感じは似たような仕上がりになっています。次に厚地のウールで折ってみたいと思います。一番よくわかりますが、こんな感じの結果になりました。一応業務用はピタッと折れてるんですけど、家庭用だとちょっと家庭用のみだとこう折り曲がることができない状態で、家庭用プラス冷やすということで、業務用までとはいかないですが、収まりのいい仕上がりになったと思います。ウールの厚手になってくると一番顕著にこの熱を取るということをやっただけで一番顕著に結果が出るのかなと思います。ちょっとひと手間なんですけども、そのひと手間を加えることによってとても綺麗な仕上がりになりますので、是非やってみてもらえたら次作る時には仕上がりがプロ仕立てになると思います。やってみてください。福工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。